がです。おはようございます。12月9日の朝です。12月に入ったのでシュトーレンを最近買いまして、今日から食べていきたいと思います。去年はシュトーレン手作りしたんですけど、今年は贅沢に買っちゃいました。美味しい。周りになんか和三盆のコーティングがされてます。シュトーレン食べると一気にクリスマスの気分になりますよね。もうだって再来週の今日はもうイブイブですからね。あっという間に1年終わっちゃう。今年も残すところ動画はあと今日含めて3本、来週そして再来週の一番最後の動画はいつもお届けしているリビングアローンダイアリーズではなくって、ちょっと企画ものになりますので、今週が今年最後のリビングアローンダイアリーズシリーズになります。なので今週はもうクリスマスムードをギュッと詰め込んだ動画にしたいと思ってるので、ちょっとね甘いものを作るシーンが多いかなと思うんですが、ご理解いただければと思います。はい。で今シュトーレンとともにいただいているのはフォートナム&メイソンのアドベントカレンダー、今日9日目に入ってる紅茶です。アッサムティー、美味しい。やっぱ食べ物系のアドベントカレンダーって幸せで、今日はこの後準備して陶芸教室に行ってきます。今年最後の陶芸教室です。今日はじゃーん、最近ザラで買ったパーカー着てます。これがですねグリンチコラボなんですよ。皆さんグリンチというアニメ知ってますか？私の大好きなアニメでクリスマスになったら絶対に見るんですけど、そのグリンチがザラとコラボしているということでザラの店舗に走りました。もう本当にこれ可愛くて、このねグレーのユーズド加工されたパーカーに、こちら表面グリンチに出てくるフーの村の住民がクリスマスツリーに飾りをね飾っている絵がこう前面に描かれてて、でそして後ろリースから顔を出してるグリンチ、そしてグリンチという文字が入ってますね。これが可愛すぎる。このちょっとなんかメンズライクなダボっとしたシルエット、もう私がよく履くこのねヤヌークの黒デニムにぴったりなんですけど、もう本当に好み。これクリスマスの絵が入ってるけど、なんかちょっと一年中着れそうだよねってうちの彼が言ってました。はい、一年中着たいと思います。あとねグリンチコラボではねこれも買いました。じゃん、ビーニーモヘアっぽい感じの素材にちっちゃなねグリンチの刺繍が入ってるんですけど、この辺にねこうサンタ帽をかぶったグリンチがいたりとか、あとはリースとか、あとこれグリンチがよく食べてるご飯かな、そういうのがね裏面にも入ってるんですけど、ビーニーとか全然被らないんだけど、あまりにも可愛すぎて買っちゃった。
こんな感じ。はい、めっちゃ可愛いんだよねこれ。ちょっとかぶり方がねまだよく分かってないから研究中なんですけど、このモヘアのグリンチのビーニーと、あとこちら赤いソックスも買いました。グリンチの刺繍が入ってます。結構長めロングソックスですね。あとこれもグリンチコラボなのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、これもねグリンチコラボのねすぐ横に置いてあって、なんかグリンチこういうマフラー巻いてたよねと思って買いました。これも超かわいい。この色の組み合わせがめちゃくちゃかわいいです。グリンチって本当にアメリカではめちゃくちゃ人気だから、ターゲットとかねアメリカのそういう大型スーパーみたいなところにいろんなコラボグッズ売ってるんですけど、日本だとねグリンチの知名度が低すぎて全然こういうグッズ出ないんですよ。だからもう出たら絶対買わなきゃと思ってこんな可愛いパーカー買えて本当に最高です。で今日はこのパーカーの上にこちらのダウンベスト着ます。はい、こういう感じのダウンベスト、これ今年のクリスマスプレゼントに彼が買ってくれたんですけど、すごくお気に入りでこのパーカーにもめちゃくちゃ合うので、もうここ数日はねもうインナーだけ買いでずっとこの格好してます。お気に入りすぎて。でそこにこのザラで買ったマフラー巻いて、でここに、マリメッコのこのウニッコ柄のトート持っていきます。このマフラーと色合わせでクリスマス感を出せるかなと思ってこういう感じでいきたいと思います。それでは少し早いクリスマス Vlog、 ぜひ最後までご覧ください。行ってきます。やだも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 。白でこれ最初さ練ったよね、ここでこう。先生、いっぺんに作りすぎっていうの。わかる。やっちゃった。あとね、そこそこ次回しています。
こんにちは。今年最後のリビングアローンダイアリーズなので、今年1年のことを軽く振り返りながら今作っているこのグリンチクッキーを完成させていきたいと思います。もう12月に入って一気に年末感ですね。最近会う人に良いお年をって言いながら回っているんですけれども、この日常 Vlog リビングアローンダイアリーズもこの動画が今年で最後となります。 YouTube を始めて最初の頃はやっぱりたくさんの人に見てもらいたいなと思って、結構バズりやすいコンテンツっていうのを中心に上げていっていたんですけど、ここ数年はねそういうのもやりつつ、ちゃんと自分の考えてることとか興味があることとか、流行っていなかったとしても自分の中で興味があるものを追い求めてやってみてどう感じたのかとか、今年に関しては一人で旅に行ったりもして、そこで新しい夢の片鱗みたいなものをつかめた感じがしたので、それに向かって動いたり悩む様っていうのを割と赤裸々にお届けできたかなと思います。最初ね、こういうあんまり企画に頼らない日常 Vlog をやると決めた時には、自分が思ってることをうまく言語化できなかったりとか、今もできてないんですけど、そんなにでも最初の頃はもっと自分の考えてることっていうのを言葉にするのが本当に難しくって、こうやっておしゃべりする動画も何回も撮り直して、やっぱりこれもね続けていくとどんどんね喋れるようになってくるんですよね。なので去年よりも今年の方が自分の思いっていうのを動画を通して皆さんに伝えられたんじゃないかなって思います。ラジオもね今週で50回ということで、ラジオを通して視聴者の方とつながれたりとか、自分の考え方とか生き方っていうのもブラッシュアップすることができて、すごくね今年はものすごく大ヒットというような動画を作れたかと言われればそうではなかった気がするんですけれども、一本一本がとっても充実していて、皆さんとのつながりもすごく強くなった1年になったなと思います。とはいえ YouTube 今見てくれている人たちに満足してもらいつつも、やっぱり新しいお客さんっていうのを常に取り込んでいかないとどんどん埋もれていってしまう、そんなねプラットフォームなので、来年はですねこのちゃんと自分の気持ちを言葉にするっていうことは維持しつつ、また新たなね何かこのチャンネルに新しい風を吹かせるような企画っていうのを考えていければいいなと思います。それも流行りに乗って再生が回るからみたいな感じで見つけるんじゃなくって、ちゃんと今までやってきた土台の上でさらに新しく面白いものっていうのを作っていきたいなと思います。その新しい企画とかそういうのは全く今思いついてないんですけど、ちゃんとここでね年またぐ前に自分に言い聞かせることで、やっぱ意識して新しいアイディアって生まれてくると思うので、このね YouTube チャンネルを1日でも長く続けていけるような、そんな努力っていうのを来年も続けていきつつ、今年ね一人旅をしてものづくりをしたいんだっていう新しい夢に出会えたので、それも追い求めつつ、もう2頭も3頭も追っていきたいと思います。まだあと動画は今年残り2本ありますが、こうやって一人でゆっくり喋る機会はもう今日が今年で最後なので、皆さんにね感謝の気持ちを伝えたくて動画を回してみました。今年はいつにも増して YouTube 撮るのが本当に楽しかったです。それも皆さんのね温かいコメントや反応のおかげです。本当にありがとうございます。どうぞ来年もよろしくお願いします。From angels on high, in the falling snow, all the Christmas lights bring a special glow on a special night. Every child awake, for at Christmas time there is magic in the air. It's a time for joy, it's a time for peace. Let's give a voice to the ones in need. Let us say a prayer at this Christmas time. Bring the best of all in us.
around, for it's Christmas time. A merry sound and the stars alight. Let us all rejoice when it's Christmas time and our hope again made new.よし、はい始まりました。最近のラジオ第50回、このラジオは私はこのうちにアトリエを持って私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。ですが今日は50回記念ということで、ゲストにモデルの新井紀子さんに来ていただきました。光栄です。おめでとう。ありがとうございます。50回すごい。そんな貴重な機会に私を呼んでいただいて、いやいやしかもいつもね、はい、先生の場所に座らせていただいて、すごい光栄です。恐縮のすいません、極みみたいな感じで今日ちょっとお借りして、はい、ぜひ皆さんに顔を見せてあげてください。はい、はい、新井紀子ちゃんでございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ50回紀子ちゃんと一緒に、はい、スペシャルゲスト会をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずは、はい、ラジオに入る前に紀子ちゃんの紹介を簡単に話させていただきたいと思います。よろしいですか？はい、はい、お願いします。新井紀子さんは体育大学進学後、大学3年生の時にモデルの活動を始めました。大学卒業後、21歳の時にパリコレを目指して単身で海外へ挑戦。パリ、ロンドン、ニューヨークに住みながらパリコレをはじめ海外のショーやキャンペーンに出演。27歳の時には情熱大陸への出演経験もあります。現在はモデル活動を通して培った姿勢や歩き方、食生活など内側から整えるライフスタイルを学びつつ発信中。最近では YouTube チャンネルを開設したそうです。はい、ついにうちのラジオにパリコレモデルさんが来ることに嬉しい。そんなことあるっていう。いや私はもうね1回目からずっと見てたから、まずこのアトリエに自分がいるのもねすっごい変な感じなんですよ。画面の中に飛び込んできたみたいな。本当に、もうね、特にこのシーズンクリスマスカラーでとても素敵ですよ皆さん。よかった。私と紀子ちゃんが出会ったのは今年だね。今年の春ぐらいかな、なので突然紀子ちゃんがね、私のこの Vlog にちょこちょこと登場してきたと思うんですけど、なんで私たちが出会ったのかっていうところから一旦話そうかなと思います。関係性？そうだね、なんかもう本当に正直にお伝えすると、私が夫と夫婦でハワイ旅行に行こうってなった時に、なんかこういろいろ参考にさせてもらおうと思って、こう YouTube でいろんな人のハワイ Vlog か、ハワイ Vlog をいろいろ見てたのね、でその中でみくちゃんのハワイ Vlog と出会って、なんかすごくこう自分もよくハワイに行く機会があったんだけど、みくちゃんを通して見るハワイっていうのが、なんかすごくより素敵に見えて、でいつしかもうそうするとみくちゃんの動画をたくさん見るようになってたのね。おすすめに上がってくる、そうなの。でその中でやっぱり私が一番好きなのはみくちゃんの表現するこう言葉のところだったり、もちろんその音楽とか映像のセンスももちろん大好きなんだけど、その言葉の表現の仕方に私は一番こうグッとくるものがあって、であとその旦那さんとのやり取りが、うちの夫との私が夫とのやり取りとすごく似てるの。そうなんだ。こんなになんか似たやり取りする人初めてだなっていうぐらいびっくりで、でそういうのもあって、だんだんこうファンになると同時に、なんか勝手にめっちゃおこがましいんだけど、すごく私合う気がする。わかるあれよね。いつも見てるとさ、この人友達になれそう、なんか好きなものとか一緒じゃないとかあるよね。考え方とかさ、なんかいつか会いたいなって思ってて、でそれを夫に話してて、でじゃあインスタフォローしてみたらって言ってくれて、確かにっていつも YouTube ばっかり見てたから、そうだインスタがあるの忘れたと思って、で私がインスタをフォローさせていただいたんです。そしたらフォローバック返ってきたから、おっと思って、なんかそんなにこれはチャンスっ
と思って、うんこの思いを伝えようと思って、うんメッセージを思い切ってさせてもらったんですよね。あ、そうなんです。そはいこからが出会いですね。はい私もなんかきこちゃんからフォローポって来て、はい、見てきた、すごい素敵な人にフォローされたなと思って、きこちゃんさオフィシャルマークついてるじゃん、うんうんオフィシャルマークついてるとすぐさこう上がって優先で出て、優先度高いよねそうそう、うんでそれで見つけて、うんでフォロー返したら突然 DM が来てみたいな思ったんだけど、そのきこちゃんのその DM の文がとってもなんだろう良かったの。その私結構そんなにすぐ人と会わないというか、そうだよね、うん結構警戒しちゃうんだけど、うんすごくなんか控えめな感じで、ちょっと会ってみたいなって思って。はでその私上からみたいな感じなんだけどいや嬉しいなんか会ってみたいなってあとこちらも思って、はい初めましてしてからもうめちゃめちゃ会ってるよねそこ。そうなんだよそうなんだよ。しかもなんか会えば会うほど、うんあこれも一緒だったあれも一緒だったっていうところがどんどん見つかって面白くて、面白い。なんかスポンジボブとか好きなんだとかあとはハワイ行った時に、きこちゃんも一番最初そうにヤミーコリアン食べにそもうそれでもうもう最高なの。ハイタッチしてるねそうなの、う、仲間の証って感じ。いや本当に仲間なんですもん。そう生きてきた過程で好きなもの、結構同じとこ通ってるとこあるよね。ねうんあとはまあいろいろマインドのところそうだねもすごい似てて、うんまあ、それも後で話したいと思います。はいはいでは一旦ちょっとお茶を入れましょう。お茶をね一人で入れたり、和菓子をね、はいしっぽり作ってるシーンを見るのが私も大好きなんですよね。あ、そうそれできこちゃんとお友達になってから、そんなモデルさんに見てもらってると思わないじゃんこっちは。だから思わないからさもう上白糖いっぱい入れちゃえとかさアイシングで上から砂糖いっぱいかけちゃえとかやってたわけで、今まで、はい突然きこちゃん友達になってからちょっとドギマギしながらこれを私が見てるっていうねそう上白糖 80g 入れたらきこちゃんどう思うかなって思ってたんだけど最近はもうねきこちゃんどう思うかなクククぐらい。私からしたらめちゃくちゃ気持ちいいよ。なかなかあそこまでお砂糖をね今私もやっぱり体調というかこう、はい体の管理があるので、はいはい、いつどれぐらいのお砂糖を取ろうかって結構計算するんですけど、そうですよね。もうねみくちゃん気持ちいいぐらい砂糖を使ってくれるんですよ。いけみたいな。それはいいことなのでしょうか。ある意味確かにきこちゃんの砂糖我慢欲みたいなのがなんか若干なんかあれされてそこで解るのかな。消されてると思う。うん。そうなのかな。それで解消されてるわ。じゃあこれから私もう気にせずどんどん。もう行っちゃってくださいよ。もう行っ欲望のちゃおうかなままに本能のままに生きてほしい。だって今日さきこちゃんとさラジオするってことは結構健康のね話をいっぱいするじゃん。うんなのに今週に限ってクリスマス Vlog にしようとしてるから、あもう毎日毎夜甘いものを作ろうと思ってて本当。本末転倒みたいな感じになってる。じゃあ今回は、うんたくさん甘いものがたくさん出てきた早々後ににすごく健康な話をするっていうまあでもバみんながランスじゃん。そしてくれるれ食べた後はやっぱりちゃんとまた意識しようねっていうね、バランスに持っていけるね。そうだよね、うんオッケーオッケそういう感じで、ー。そう私たちの出会いはそんな感じです、うん。なので異色の組み合わせですが仲良くなったということではい。今日はラジオに来ていただきました、ありがとうございます。はい、ではきこちゃんについてちょっとねはい。深掘りをしていこうかなと思います、きこちゃんの紹介さっきしたと思うんだけど、私初めて聞いたんだよね。大学3年生の時なんだね、モデル活動を始めたの。確かに言ってなかったかも。そうそう。結構なんていうかわかんないけどね、私モデルの世界は、うんちょっと遅いのかなって思った。遅いね。一般的に見るとね、うん私も周りの子たち見てると、うんもう17とか10代の頃から始めてる子の方がそうだよね。圧倒的に多い気がする。いやそうだよね、うん特にそのパリコレ目指すところとさ、結構英才教育じゃないけどさ、若いうちからさそこからねなんか歩き方の練習とかしてるってイメージだったから、うんあ大学3年生なんだっていうことで、そうちょっと就活考えた時にモデルになったのかなとかどういうきっかけでモデルを目指そうと思ったのかなって聞きたかった。あそうだね、うんそこは私がその中学校高校と6年間ずっとバレーボールをやってたのね。あバレーボール、うんうんでもうほんと超体育会系で、うんもうなんていうもう超スパルタな高校で、そこでこう精神力がすごく鍛わったのとでスポーツが本当に幼い頃から大好きで、もうこのまま
スポーツで進みたいなって思って行ったのが体育大学だったの。うんうん、で大学でも部活でバレーボール続けようと思ったんだけど、私はやっぱりなんか自分がやったことに対して自分がやったものの頂点を極めたいっていうのがそうだね、なんかあって、でその時じゃあスポーツで全国目指したいって思った時に、やっぱり体育大学だからたくさんの部活動があるのね。はいはいはい、でその中でいろんなこう紹介受けて、一番私が魅力的に感じたのがアルティメットっていうスポーツ。なんかキコちゃん新井キコって調べるとアルティメットって出てくるよね。恥ずかアしいんだけどルティメットって初めてちょっと聞いたかも。そうアルティメットはよく、格闘ですかって言われるんだけど、格闘とかじゃなくてフリスビーを使った競技で、アメリカ発祥のスポーツなんだけど、7人対7人でね、もうサッカー場と同じ大きなフィールドで外でやる競技なんだけど、ルールがちょっとバスケットとアメフトと似てる感じなの。でそれがもうなかなかハードで、でもその競技がすっごく面白くって、でもちろんバレーボールとかに比べると競技人口が少ないっていうのもあるんだけど、うちの大学が全国1位2位を争うぐらいの、そういう強豪だったから、なんかここで全国優勝したいと思って入ったのがきっかけ。へえ、そうなんだ。でそれで3年生まで真剣にもうそれに打ち込んで3年ぐらいね。そう、でもうこのままずっとスポーツで行くって、あとその体育教師になるとかって言って、あとはその怪我も経験してたから、アスレチックトレーナーとか、なんかそういうのにもすごく興味があって、体のことがとにかく昔から好きで、そっちを目指してたのね。なんだけど私が19歳の時に、私の母が病気で他界したの。そしたらこう毎日専念してた部活動になかなかこう力が入らなくなっちゃって、これからどうしようかなって思ってた時に、私姉が2人いるんだけど、長女の姉も当時モデルやってたのね、身長も高かったし、でその時姉に「キコもモデルやってみたら?」って言われて、で私その時本当もう髪の毛も男の子みたいにめちゃくちゃ単発で、でカメラに撮られるのも結構嫌だったぐらい、もう本当モデルのことも考えられないぐらいの正反対だったんだけど、でもなんかその時ってもうとにかくいろいろやってみようっていう気持ちに切り替わってたから、当時住んでた大阪にあった事務所に、飛び込みで行かせてもらって、で所属させてもらうことになって、約半年かな、そこでモデル活動をさせてもらったの。へえ。もうだからいきなりスポーツの方からモデルの世界に飛び込んだのがその時、でモデルって最初にやっぱりまだ仕事も取れない時だから、自分の作品っていうのが必要で、いろんな人たちとチーム組んで作品撮りっていうのをするんだけど、私がたまたま一番最初にやらせてもらった作品撮りがすっごいモードな撮影で、もうすっごい前髪全部オールバック、かっこいいアイメイクして、で写真がモノクロでっていうので、その自分を初めて見た時にこんな風に自分って表現できるんだっていうのをもう衝撃で、これはもうモデルでやっていこうって改めてそこで決心して、でもモデルってどんなのがあるんだろうって自分でその時バーって自分なりに調べたのね、そしたらパリコレっていうところに行き着いて、パリコレ行こうすぐ頂点目指しちゃうもんね、やっぱなんかやったら。やっぱりなんかすごいね。何なんだろうね。いや、いいと思う、すごくいいと思う。でもそれでもう調べて、頂点これだ、パリコレだって言って、そうもうすぐ切り替わったんだ。切り替わった。じゃあもう運動へのその未練とかもなく、もう私はモデルでパリコレ行きますと。結構そこの切り替わり早くて、すごいね。一度決めたらもうそのまま突き進むみたいな。すごいね。ちょっと似てる。でしょ。そうなんだ。確かにキコちゃんがモデルになるそのきっかけを聞いたことなかったから、もっとなんかこういろんなその憧れとかさ、いろんなのがあって昔から下積んでたのかと思ったら、全然そんなことない人生からの突然の転身だったんだね。そうだからなんか、やっぱり海外のモデルの子たちとか日本でもそうだけど、スカウトされてモデルになりましたっていう子が、逆に私すっごい羨ましくて、いいのみたいな私自分から全部言ってるからなんか、
あ、じゃあすごい自分からその事務所に「すいません」ってドア叩きに行ったぐらいの。そうそう、自分から入れてくださいって言いに行ってそうなんだ。全部そうだから、それから私その当時じゃあパリコレに行くにはどうしたらいいのかって、はいはい。でやっぱり英語もその当時全く話せなくて、ああ、そうなんだね。まあ、怖いじゃない、急に行くの、うんでもなんかとにかくそこにつながる何か探さないとと思って、うんで一応大阪だったから、うん東京にあるインターナショナルな事務所を2つ絞ってうんつなげてもらえるかもと思ってそこに履歴書を送ったのね、うん何も返ってこなかったの。うんあ、これはなんかこのまま東京に私行っても、うんきっと自分がやりたいことできずに埋もれちゃうなと思って、うんもうこれは海外飛び込むしかないぞと思ってで当時そのいきなりパリだと本当にちょっとハードルが高すぎたから、英語が公用語で、そういうモデルの作品作りにもいいらしいよっていうふうにいろいろ情報を聞いて、シンガポールが当時一番私の中でベストだなってなって、じゃあシンガポールから挑戦して、アジアで頂点目指そうと思って、シンガポール飛んだの。すごい。でもう約1年かな、住んで、でその時も本当何のアポもなしに行って、でシンガポール6つぐらいピックアップ事務所して、すっごい変な片言の英語でね「I'm from Japan」とかって言ってなんかその英語でアポのメール送ったけど当然何も返ってこないから「もう行っちゃえ!」って思って直接本当にノックしに行って。すごいね。本当どんな会話してたのかなってぐらい今もう恥ずかしいんだ覚えけどてないでしょ多分そういう時ね。でいくつかたまたまねその時日本人のモデルが全然いなかったから、ラッキーなことにもうその所属決まってからは毎日のように仕事をもらって、もう1年経ったらもう自分の資料がこんなに溜まってたの。じゃあもうこれでいけるぞっていう時にその当時のマネージャーに、パリコレ行きたいんですけどパリ行きたいんですけどって言って、いろいろつてを与えてもらって、また初めて一人でヨーロッパに行くっていう。すごいね。なんか私のイメージはなんかモデルさんっていうのはもうスカウトでしかなれないものなのかなってさ、審美眼を通してさ、この人はっていうのなのかなと思ったらきこちゃんは結構全部こう扉をもう穴行き状態だよね。ドアを開けてって感じだよね。本当そうなのよ。ね、本当にそう。そうなんだって思って、すごい苦労人っていうか、まあそうなのかな。まあいろんなね、その目指し方があると思うけど、モデルさんの仕事はちょっと特殊じゃない。でも他の一般の仕事はやっぱそういうふうに自分でこう履歴書出してこう掴んでいくもんじゃん。まあちょっと似てるようなルートだよね。だから当時の自分を思い出すと、なんだろう、その他の人はスカウトが多いってことすら知らなくて、言ったらいい意味で周りを見てなかったの。なるほどね。もう自分は絶対いけるっていうことだけを信じて、もうその気持ちが原動力だった。すごいね。なんか今ってさやっぱりさ、SNS が本当に普及してるから、すぐ隣の人見れちゃうじゃない。見れちゃうね。よくも悪くも。だからなんか当時のそこの周りを気にせず自分を信じて進めてたっていうのは、やっぱり今も思い出さなきゃいけないなって思うことがある。そうだね、すごいね。それでだってパリコレまで行けたわけだから、やっぱちゃんと行こうと思ったらそこまでちゃんと行く人なんだなっていう尊敬だし、なんかどういう賞に出たとかっていうの聞いていいの？もちろんもちろん。ブランド名なのか、よかったら一口食べちゃうのでよかったら一旦いただきます。美味しい。美味しい。これ最高。何茶ですか？東方美人茶です。美味しい。一番美味しいものを入れさせていただきます。光栄です。じゃあちょっと話残しちゃったけど、例えばそうどういう賞とか、どういうものに出演したとかって言えるのか？分かりやすいあれで言うと、プラダとか、あとカルバン・クラインさんとか、ジバンシーさん、アクネストゥディオとか、あとバルマンとか、本当にもう全部知ってるみたいな。これにも道のりがあって、この聞いて分かるようなブランドにすぐたどり着くのもすごく大変なの。いやそうでしょう。本当ね。あまたにいるじゃないモデルさん。そうなんですよ。パリに行くと、もう最初驚いたのが。こんな足長が見たことないぞみたいなとか、やっぱね上には上がいるってなんかもうすごい世界で、もうその子たちと戦うわけですよ。多分戦うとかって言って私だけだと思うんだけど、でもやっぱりその
この服が似合うってそのデザイナーさんに思ってもらえるのって、やっぱりその一着しかないから、そこに自分が備わるにはなんだろう、どうしたらいいって正解はないんだけど、新人でも急にこのハイブランドのモデル専属で決まりましたとかっていう子もたくさんいるんだけど、私はやっぱりそういうタイプじゃなくて、パリに行ってからももう1日10何件もキャスティングにオーディションに回って、やっと勝ち取ったっていう感じで、でそれもやっぱりパッてこのブランド歩いたんだよねって言っても、日本ではあんまりまだメジャーじゃなかったりっていうところから始まって、やっぱり私も誰もが聞いて分かるようなブランドでも歩きたいし、このブランドでもデザイナーさんと仕事したいっていうのがいっぱいあって、その中で自分がその出たいブランド、それこそ自分はここのブランドと絶対合うっていうのをいっぱい見つけて、YouTube とかでもうその当時いっぱいデータであったから、その時のランウェイをもう何シーズンも見て、このブランドどういうテイストかっていうのと、あとこの時に行ってたモデルの顔とか、いっぱい調べて、でそのキャスティング、まずねキャスティングに呼ばれるのも大変で、いやそうだよね。キャスティングに呼ばれたらやっとチャンスみたいな感じで、でその時も自分が何を着ていくか、どういうふうに自分を見せるかっていうのを、その日着てった自分の服とか靴とか、反応、相手の反応とか全部ノートに書いてた。すごいね、分析したね、ちゃんとね。分析してた、日本でのオーディションとパリでのオーディションって結構色が違ってて、あっちの人たちって分かりやすいのよ、なんかほんとね、これぐらいの距離のところを「はいじゃあ歩いて」って言われて、もうほんと数歩よ、数歩歩いただけで「OK thank you」って言われて、もう返される時なんかほとんどだし、でもし反応が良かったらちょっとこれ着てみてくれるとかって言って、それですごくだんだん分かってくるのね。そうなんだ、今の良かった、今のダメだったなみたいな、一次審査行ってんのか二次審査行ってんのかみたいな、書類落ちなのかみたいなの裸で分かるんだ、っていうのを私は逆に楽しんでて、落ちてもはい次行こうみたいな感じで、もうその時とにかくこう絶対行けるっていう自分の自信でみなぎってたから、落ちてショックな時もあったけど、なんだろう、その時はたまたま今回自分がそのテイストにはまらなかっただけだっていうふうに、自分を否定しないっていうことを心がけてたかな。悔しくてもう何回涙流したか分かんない。いやそりゃそうでしょうよ、なんか他人と比べるのの最高潮みたいなところじゃないと思うんだけど、例えばこういうさ、他にも武器があったら、いや私にもこういう資格がとかさ、あるじゃん。でもやっぱりこう身一つで、もともと持ってるその自分のスタイルと、そこの努力で、あと相性もあるからもうどうにもできないしね、だからその人との差みたいなやつ横で歴然とさ見させられるわけじゃん、その時にメンタル保つのってすごく難しいと思う。難しい。なんか SNS の実写なんかリアル版みたいな感じじゃないなんかアカウントの横のアカウントの人いる、なんか50万人みたいなさ、私5万人ですみたいなさ、そういう感じだよね。だから本当目の前で横に自分だけ呼ばれなくてみんな呼ばれたりとか。そうだよね、もうあからさまにあなたは違いますとかやられたりするわけでしょ。言ったらなんかもう言い方を選ばずに言うと物扱い。そうだよね、だからなんだろう、私はスポーツやってたからか分かんないけど、そのめげない心っていうのがもともとすっごい強くって、なんかむしろそういう場面に立ち会うほどやってやるみたいな絶対取ってやるみたいな感じが余計メラメラしてたかもしれない。逆に言うとその異業種転職じゃないけど、違う業界にいたからこそ保てたメンタルもあったんだろうね。そうだね。素晴らしい。そんな感じで、今にたどり着きました。いやちょっともう聞きたいこと多すぎて、もうどんどん時間がね過ぎていくので、もう聞きたいことがいっぱいあるから次に行かせていただきたいなと思います。やっぱきこちゃんといえばもう運動と食事だと思うんですけど、私はねきこちゃんと会ってからもうピャピャ運動と食事のことをいろいろ教えてくれるんだけど、私が本当に無知すぎて何それってもう伝えがいしかないそうずっとハテナこんなねきこちゃんの周りになんかこんななんだろう、そんなにこう運動もね食事もそこまで気使ってない子いないと思うのよ。だから多分なんか面白いみたいでいろいろこうなんか教えてくれるんだよね。そうだからやっぱり運動と食事についてみんな聞きたいなと思うんだけど、やっぱパリコレモデルさんって聞くとやっぱうちらと別世界なのかなって思っちゃうこともあるけど、
まあでもなんかきこちゃんの話聞いてると自分の生活でも実践できそうなことが結構あって、そういうところとか、あと最近ハマってる運動法だったりとか、最近ハマってる食事のこととか、そうだね、なんかある？あります。それこそね、そのパリコレの時期とかって、タイムスケジュールがちょっと異常なの、もう朝出発したら夜まで戻ってこれなくて、夜やっと家帰ってきていただきまの時にまたマネージャーから電話かかってきて、今すぐここに行ってほしいとかっていうのがもう普通にあって、だからこう食べるっていうことをまず忘れるし、でなおかつそれでいてもう街中ずっと歩き回ったりするから、重い荷物持って、やっぱりちゃんと栄養を入れてないと、どんどん栄養が枯渇状態、でただその時私が一番悩んだのが、やっぱり自分の中で痩せなきゃいけない、痩せていなきゃいけないっていうところがどうしてもあって、今はこういろいろね多様性っていうところで、昔ほど厳しさは、軽減されてきてるところあるんだけど、デザイナーがこういう風に着て見せたいっていうところの服のシルエットが入るサイズってやっぱり通常よりも細いかなって私は思ってて、でそれをそういうハードな日常の中でキープしないといけないから、疲れて食べたいけど食べ過ぎちゃいけない、でその時の自分の栄養の知識だとね、そういう感じになっちゃってて、全然勉強もできてなかったから、そうするとなんかこう肌がちょっとガサついたりとか、髪の毛が抜けやすくなっちゃったりとか、なんかどんどんダメな方向に行っちゃって、でなんか私の場合はすごく歯に出やすくって虫歯が増えたりとかして、っていうので、トータル8年ぐらい海外でずっと過ごしてたんだけど、コロナの時にちょうど帰国を決めて、でそこから自分の体を改めて見つめ直す機会がたくさんあったのね。で私が一番最初にそのきっかけを与えてもらったのが歯医者さんだったの。で歯ってやっぱり一番その栄養が現れやすい場所の一つでもあって、やっぱ歯の粘膜とかさ、栄養が弱ってくると歯茎がこうやって下がってくるの。わかる？なんか、でそこで根元のところ削れちゃったりとか、今本当どんどん良くない方向に行っちゃって、で私がまさにその状態だったから、これは栄養からちゃんと見直しましょうって言ってもらって、でその時自分の血液も調べて、どういう食事が向上するのかっていうのをそこで初めてやっと分かったのね。でそれでやっていくと、まず一番変化したのってメンタルだったの。へー、でもうちの人も言っていました。体を鍛えるとメンタルが整うと言っていて、確かにメンタル調子良いです。本当、やっぱメンタルなんですね。メンタルなんですよ。なるほど。今いろいろ勉強して感じるけど、なんか疲れやすい、眠気が取れない、なんか元気が出ないとかっていうのは、意外と栄養をちょっと整えてあげると改善できることも多い。なるほど。なんかそれは自分の性格、体質とかじゃなくて、本当食べるもので体って作られているから、そこを見直すだけでもすごくプラスになるんじゃないかなっていう。なるほどね。それも言われる。私がなんか眠いとか言ってる。きっとそれはねって。砂糖の取りすぎだよとか。砂糖の取りすぎだよって言ってますね、いつも。だから私ね、彼といる時砂糖取ってないのか頑張って。そうなんだ。おやつとか食べたいとか言ったら、ダメだよみたいな目をされるから、そうだよねって思ってやっぱ1個ね我慢したりとか。なるほどね。どら焼きをさ半分しようよって言って、丸々1個食べないで、ちょっと半分しよう、雪見大福半分こしたら食べていいかなとか。アトリエにいる時は砂糖爆発してんだけど、それ以外の時はちゃんと一応そうやってるようには。素晴らしい。本当にちょっとだけね、ちょっとだけ進歩してる。いやもうそういうちょっとずつの変化が大事だからね。でも確かにそしたらあんまりなんかだるくないかもっていうのはあるかもね。特にね寝起きとかが違うかも。そうだね、結構スキッと起きれるかも。でまた言いつつ今週の Vlog がめちゃめちゃ砂糖を取ってるんですけれどもじゃあなんかその、最近実践してる運動とか、食事簡単に教えてもらおうかな。でも最近ほんとよく食べてるのが、サバ缶の味噌汁。私それさ食べたいと思って、そうきこちゃんがさっきお米をね、きこちゃんからお米をね、美味しい新潟米をいただきましたね。きこちゃんはご夫婦で
新潟米の親善大使でしたっけ、アンバサダーをお米アンバサダはいーされてるので、させていただいておりますここにキコちゃん旦那さんシールが貼ってるんだよね。顔がね貼ったんですけど、これをねもらったんですよ。ありがとうございます、どうぞ食べてください。これと一緒にサバ缶の味噌汁食べたいと思って。もうぜひなんか PR するつもりじゃないんだけど、うん明日公開のやつにレシピを本当に詳しく出してます。明日公開のやつ、はいじゃあそれを見ながら、ぜひその YouTube を見ながらじゃあ私も作りますね。本当にね、うんこれ見る必要あるかっていうぐらい簡単なんだけど、うんでもそれぐらい簡単なのにちゃんと栄養を保持できて、うんあとね私的にそれ飲むと元気になるの。へえ、サバ缶の味噌汁はぜひキコちゃんの YouTube ぜひ見ていただいて、あれは本当に優秀です。はいサバ缶の味噌汁を朝食べると、朝食べてるね。そうやっぱうちの人も言った、魚の油は OK ってそうなんか油って聞くとさ、うんみんななんか太るんじゃないって、うん私もすごいそういう印象多かったんだけど、うん魚が持つ油だったり、うんあと最近ハマっているのが MCT オイルうん、ってこれ聞くよね。そう、ん MCT オイルは本当にね脳へのエネルギーがすごく早くいくって言われてて、うんなんか例えば私はそれお味噌汁にもちょっと入れたりするんだけど、うんなんか今日集中して頑張りたいなとか、うん勉強頑張りたいなみたいな日に、うん朝入れてあげると結構シャッキリする。へえ、そうなんだ。だからなんか油って一概に全部が太るんじゃなくて、それはどっちかというとより脂肪を燃焼させやすくしてくれたりするから、うんうんそれをうまく取り入れて、もちろんそれを取りながらもお砂糖もいっぱい取ってとかっていう組み合わせだとあんまりよろしくないんですけれども、はいそこも全てバランスっていうことで、はい今日はあんまりお砂糖取らないからちょっとこういう風にしてみようかなとか、はい、何事もバランスです。メモメモ。はい、そうなんですね。やっぱ全部が全部ってはい、ダメなんですね。すいません。あとなんか運動は、運動は、うん一番やっぱり歩き歩き私めっちゃ歩くよ。でしょ、うん、だからもうチャンスしかないの。チャンスしかないんだ、もうね私は。よくちゃんといい形で歩くことがどれだけ体を変えるかっていうのは私はもう自分も体感。歩きなんだね。歩きなんかよくみんな走るじゃん。こう運動しようとか言ったらあのランニングするじゃない。そう筋肉って、うん走ってる時に使う筋肉と、うん歩いてる時に使う筋肉ってまたちょっと違うの。ももちろん走るのもすごく有酸素だし、うん呼吸器強化したりとかってメリットもいっぱいあるんだけど、うん私は全然頑張って走らなくても、うん毎日、決めた時間決めた距離を、うんいい体の状態で歩く、うんその意識うん、だけで全然違うと思う。そう、私すごい歩くよ。一人でね、うんラジオ聞いて2時間とか歩いてるよ。すごいうん、でもそれは買い物っていうかさ、用事済ませながら目的があって全ての目的を歩きで済ます、電車乗らないで、素晴らしい。歩きで実践できるものがあれば私すぐにでも実践したいやもう、まずね、一番多いので言うと、はい、膝が前に出ちゃう人が多い。膝が前。それは実際にちょっといいですか。なんて言ったらいいかな。なんかダメな例で言うと、はい特にヒールを履いてるとそうなりやすいんだけど、こう膝が一番最初に出ちゃう歩き方っうんていうのがやっぱり足に負担がきやすくって、うんうんあと私も結構いろんなトレーニングをやってきたんだけど、うん足の筋肉のつき方がちょっとこう太く見えやすくなっちゃったりとか、うんあんまり自分の理想とする形にいかなくなっちゃう。うん、なので親指母子球をちゃんと使う意識。親指ポキポキ、ここか。そうここのところ、はいはい、ここでしっかり足をグッとグリップって言って、例えば、足の指がこうなるのはダメなの。それはいで例えばさ靴指がこうね。そう指がこうなったりとか、は要はここのアーチって言われるところ、私もねまだねそんな強くないんだけど、こうグッてしてここが高くなる、これが理想。なるほどね。ちょっとなだらかなカーブ。こう地面をこう掴む。はいはい。ダメな例のやつは手でお願いします。ここわかる。ここが落ちるやっちゃうね。のがダメ。それを意識して歩くってこと。そうでも難しいよね、なかなか難しいじゃん。だって歩きってもうみんなが絶対にすることだから、もう35年同じ歩き方で歩いてるわけよ。そうモデルさんじゃなかったらさ、そんな意識しないわけじゃん。だから難しいよね。難しいし、痛みもあったりとか、足途中つっちゃったりとかあるけど、でもねその先に素晴らしいことが待っているので、
ぜひ意識してもらいたい。だからなんか、はい、例えばさ、こういう私これいつもトレーニングとか家でもねスリッパ代わりで履いてるんだけど、これいいって言うよこね。れね本当に優秀なんですよ。いいですか、お借りして、なんかキコちゃんに歩くの好きって言ったらビルケンのこのなんていうんですか、ギゼっていうタイプの、はい、この鼻緒がついているタイプ、はい、これがねいいよってずっと言われてて、そうビルケンはなんですよね、足の治療じゃないけどさ、そうなんかちゃんと整形外科の方たちが計算して作られてるんですけど、なんでこの鼻緒がついてるタイプがいいかっていうと、ほらこういうカバーのタイプもすごい可愛くて私も好きなんだけど、その足指を使うっていう観点から言うとタイプってさ、こうなっちゃうね。こう足が浮いた時に、指がこうやって浮いちゃうの。はい、なるね。で結局そこって足指使えてないことになっちゃうから、これだとさ昔の下駄とかもそうなんだけど、これがあるとやっぱりちゃんと指でグッて地面を掴む感覚にできるの。だからなるべくこの鼻緒がついているタイプで皆さんに感じてもらいたいのは、これをずっと履いて自分の足に何か違和感が起こるかどうか。例えば最初多分この指の間が痛くなってくる人が多いと思う、でそれは足指の筋力が弱いっていうこと。なるほどね、だけどそれを痛くてもずっと履き続けるんだ、痛くても痛くなくなるまで絶対痛くなくなるから。痛くなくなるなくなる。これ冬寒い時はどうしたらいい？私は今ね5本指靴下でこれ履いてる。なるほどね。それでお散歩に行くっていうことでしてるスニーカーなのかなと思ったけど、そのサンダルっていうね。サンダルなの。トレーニングする時もこれでちゃんとここにアーチも作ってくれてるから。なるほど。例えばヒールで今日一日歩きました、すごい足裏疲れちゃったなって時に帰ってこれを履くと、逆にすっごいリラックスできる。じゃあ部屋履きでもいいってことなんだ。そうなんだろう、自分の本来の元の位置に戻してくれる感覚。なるほどね、買います。もうぜひこれは本当に私も3足ぐらい持ってて。すごい。そうちょっとありがとうございますプロモーションでも何でもなくて、キコちゃんが本当に使ってるものなんで、私の場合は歩くことで体を整えていくっていうので、もう本当に意識することはいっぱいあって、もちろんそれを皆さんに最初から全部やらないといけないっていうことは全くないし、こういうまず土台である足裏っていうところをちゃんと見つめてもらう。そうだね。まずこれを買って履いて歩いてみたりとかそして、あとはそのキコちゃんの YouTube とかでそうなんですよ。とかもね、キコちゃんがそういうのを発信してるので、そこでプラスアルファの知識が知りたいなと思ったら聞いたらいいね。やっぱこうやって運動苦手民からするといろんなことを教わるとすごく、最初は頑張るんだけど5日目とかで挫折するのね。そうなんだよね。そういろんな方法を教えてもらってやろうって思っても3日目とかもうやめてんのね、めんどくさくて、でもあれ履いて歩くだけっていうのはできるかなって思った。でしょ、例えばじゃあ座ってる時とかは、ちょっと下腹に意識入れてみるとか、あとそのパソコン作業が多い人、私も最近パソコン作業が多いからさ、なんか気づいたらなんかもう気づいたら亀みたいになってるよねこうやってさ。そうなの、でもこれもすごく一個だけ自分が覚えておくと、そうだってなれるじゃん。例えば首だったらその鶏の鳥のなんかこういう動きあるじゃない、これのこの後ろに引いた時の感じわかる？でそれをちゃんと下腹も入れた状態でそれやるとさ、先生今後ろをグッてキープしといて、じゃあ背中のこの辺にもなんか効かない？なんか意識がいってる感じがします。でこれが私が自分の YouTube でしつこく言ってる多裂筋のところなんだけど。そうだ、多裂筋。それが首をねちゃんといい位置で保ってくれる筋肉なんだけど、こうやって座っててパソコンとか多かったり、あと人と会ってる時とかも絶対こうやってなっちゃうから、その時にそうだって思うだけでもやっぱ違うってことね。違う。私も今ピラティスを通ってまして、半年ぐらいになってもう15回ちゃんと行ってるんですよ、細々とね、でも本当にもう毎回リハビリです。介護かなって思うぐらい、もうなんか私何もしてない、勝手にいろんなものを伸ばしてもらう、動かされてる。そうってるんだけど、やっぱねまだ首はねちょっと、私はなんかねこの辺が硬かったりするから、首はね、まだストレートネック気味なんだけど、この立ってるところの、昔はこう S みたいな感じで
お腹こうやって出してさ、S みたいな感じだったけど、そこがねちょっとまっすぐになってる。あ、すごいじゃん。でもさ、そういうさ自分のいい変化を見るとさ、あ、やった、また頑張ろうって思えるくない？いやそうなんだよね、本当に、ね、だからそのちょっと座ってる時とか立ってる時とかもちょっとなんか気持ちが変わる、あ、だってちょっとそういう風な変化がね見れるのって、嬉しい。そうそう、キコちゃんにもあったし、ピラティスもやってるし、うちの人も筋トレして、みんなからいろんな健康の知識をこう入れられて、周りにそういう人が集まると、ちょっとずつそっちに向かってってる自分がねやっぱいるよね。素晴らしい。よし、じゃあちょっとお手紙をね読んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、皆さんキコちゃんにいろいろと質問してくださってありがとうございます。ではまず1通目。茨城県在住36歳、コウヨトリネームアンズシャンパンさんからのお手紙です。ミクさん、キコさん、こんにちは。こんにちは。ラジオ50回おめでとうございます。早速ですが、私が今一番欲しいもの、体力のつけ方について質問です。私はこの年になり、最後に勝負を決めるのは体力と痛感しています。仕事を任されてどんなにやる気があって準備をしても、体力がない自分はいつも体調を崩してしまい、悪くはないけどそこそこの出来で終わりがちです。目標のために頑張り続けるにしても、平日仕事終わりにあと2時間勉強できる体力が心の底から欲しいです。どんな運動や食生活を送れば体力はつくのでしょうか。どうぞアドバイスをお願いします。いや、わかるわ。私も聞きたい。体力がさ年々なくなっていくよね。36歳、同い年ぐらい。本当だね、いやでも私の、その自分もいろいろこう自分で実験をよくするんだけど、それで最終的にやっぱりこれだよなって感じたのは、やっぱり食事。なんかどんなアスリートでも、結局食事なんだって。なるほどね。なんかどれだけこうね、あんなにすっごい激しいトレーニングしても、そこにちゃんと栄養で補ってなければ、せっかく培ったものがマイナスになってしまったりとかっていうところがあるから、すごい分かりやすく言うと73、7が食事、3が運動。そうなんだ。だからこれぐらい食事ってやっぱり大事で、でそれこそさっき話してたそのサバ缶のお味噌汁とか、その血糖値をちゃんと安定させるとか、そういう観点で見ていくと、そこだけでも自分の集中力の維持力って全然違うのね。だから私も最近さ一日中勉強会に行ったりするじゃない。だからよりこれだったら眠くならないのかなとかっていうのを実験しながらやってるんだけど、お仕事を終えて帰ってきてこれからまた勉強したい、そこに集中力を注ぎたいっていう時は、やっぱり甘いものじゃなくて、今甘いものかなと思ってウキウキしたんだけど、違うね、甘いものじゃなくてやったーって思っちゃったよね。目が輝いちゃったよね。すいません、甘いものじゃなくてですね、私が最近もうこれベストオブお菓子だなって思ってるのは、そんなベストオブお菓子が教えてください。お菓子なんですね。いやもうミクチンにとってはベストじゃないと思うんだけどお菓子なのね。はい、なんでしょう。いりこです。いりこお菓子ってのいりこと、あとアーモンド、いりことアーモンド、のセット。それは後に帰ってきてあと2時間頑張りたい時の、お供っていうことですね。もう最高だと思う。ご飯食べ終わった後。これはねすごく、なんだろう、栄養観点で言っても素晴らしくて、そういう集中したい時とか、ちょっと小腹が空いて、でもなんかこの後大事な用がある時とかに、本当にねいいサポーターなんです。どれぐらいの量を食べたらいいんですか？量はだってめっちゃ食べちゃうくない？その気加減なく、これも不思議で、現代の人ってやっぱりちょっと食べ過ぎな人が多い。あ、そうなんだね。それって、じゃあ果たして何で基準を見るかっていうと、頭がお腹が空いてるか、体がお腹が空いてるか、この体がお腹空いてるのか頭がお腹空いてるのかっていうのを、ちょっと自分で改めて見直してほしいの。どっちがいいかというと、体がお腹が空いてる方がいいです。そうだよね。で頭がお腹空いてる状態っていうのは、例えばそういうお砂糖のなんかこう、要は血糖値が上がりやすいものだったり、甘いものを食べた時っていうのは血糖値がピュンって上がるじゃん。ヤッホーってなるよね。ヤッホイってなるじゃん。でその
大きく上がれば上がるほど振り幅がやっぱり大きくなるから急降下するの。うんでこの急降下する時にって眠くなるんですよ。本当にそうでムーってなって寝るよ。そうなんです、だからこれがあるとジェットコースターがあるとやっぱり体ってどんどんこう負担が大きくなるんですよ。ぎっくりぎっくり、はいっていうのでわかるわ。そのアーモンド、いりこっていうのは絶対そこの血糖値 GI 値って呼ばれるところなんですけど、それが安定してくれるんですね。なるほどね。だからこれからちょっと集中して頑張りたいっていう時もなんか食べたいとかお腹空いたとかもまずそのじゃあその急降下の時ってほら甘いもの止まらないじゃん。止まらない。そういうことなの、うんもうずっとこうだからこれが止まらなくさしてるの、だから多分ね自然とねいりことアーモンド食べてるといっぱい食べれないと思う。なるほどね。逆にもう最初はじゃあもし見境なくいっちゃったとしてもそれを続けてたら、自分の適正量が分かるようになるんだ。そうもうこれ以上食べれないわ普通にってなるのね、そうなんです体がね。うん、なるっていうのでちゃんと体の声を聞くっていうのを意識してでその集中したい時は食べるものを選ぶ。なるほどね、それが結局のところ体力のつけ方になるっていうこと。そうだね、体力、それが結果として体力がつくっていうつくっていうかとこではまた違うんだけど、そうだね、集中力とかっていうのも体力と近しいよね。でもさ結局さ全部つながってるじゃん。本当例えだね。ば朝にちゃんと栄養を入れると、一日の活動量が増えるのね。言ったら体が元気になるから、でそうするとさあれ今日これぐらいできちゃったみたいなのが増えていくと、なんか気づいたら体力ついてたっていう。なるほど。なので日々のもうバランス、はい食事のバランスによって常に一定の状況を保っておくことで余分なやりたいこともできるようになる、そういう体が出来上がってくるってわけですね。今これぐらいしかの許容量がないけど、ちゃんと体に入れてあげるとこれぐらいになる、そうすると体力がついたというようなことになるってことね。そうですそうです。すごく勉強になります心に響きます。なんかこう私もさ、こう365日そんな、私も甘いもの大好きだし、そんなね年中あれよすっごいストイックにやってるわけじゃないけど、やるときはやる。なるほど、こういうの時期はやる。そうだそうです。体力のつき方っていうのは結局食から基本を見直しつつ、ちょっと集中したいなっていう時はのお菓子で一番最適なのはいりことアーモンドだそうです。はい、私はそう体感してます。きこちゃんはそういうふうに導き出したということです。では次行かせていただきます。東京都在住30代男性、ラジオネームスイジャオさんからのお手紙です。ミクさん、キコさん、こんばんは。こんばんは。キコさんに質問です。白米の量をどのように決められていますか？私はついつい食べ過ぎてしまうので PFC バランスを計算しながら食事管理をしています。高タンパク低脂質を心がけつつ炭水化物として主に摂取する白米の量に悩んでいます。適切とされる量をとっても毎日活動量や体調などは変化していますし、同じ量でも体の反応は異なる感じがします。こういう時は増やそう、こういう時は減らそうなど、キコさんなりの白米との向き合い方があれば参考にさせていただきたいです。新潟米最高ということで。こちらはですね、お気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけど、うちの彼水餃子先生からのそうですよね、お手紙で、で他にもね食について質問いただいて、皆さん白米についての向き合い方のことで、それをこう総括してお手紙をくれたっていう感じなんですけど、そうすごい気になってて、キコちゃんYouTube をね、うちの彼も見て、白米の量を見てたらしくて、白米とどう向き合ってるのか、お米とっていうのをすごく気になってたらしい。いやもう白米は私の中でなんだろう、一番こう深く考える部分の一つでもあったんですよ。まずねみんなPFC バランスで説明した方がいいのかな。そうだね、 PFC バランスっていうのは私はすいません知らなかったんですけれども、プロテイン、F が脂質、ファット、脂質、 C がなんだっけ、カーボの炭水化物。そう炭水化物、このバランスを考えながら食事をこういろいろどういうふうに自分でバランスをとっていくかっていうものなんだけど、なんか私もお米どれぐらい食べますかって、で私も今自分が YouTube で発信させてもらってる
ので出してるお米ってうん1回で 40g なのね、うんでやっぱりそこにすごく40g しか食べないんですかって言われることがすごく多いんですけど、決して年中そうなわけじゃなくて、たまたまあの日って撮影がちょっと近かったり、なるほどね。前日だったり、うん自分の中であの量が自分のパフォーマンス、その撮影とか、そのモデルの活動でいいパフォーマンスを出すにあたって、自分がベストだなって思う量、行き着いたところがあの量だったの。でもちろんその今日は食べていいって時 120g、150g のお米を食べる時もあるし、私がだからあれを出してたからって 40g が正しいわけでもないし、みんなそれを真似する必要もないし、自分がどういう体に持っていきたいかっていうところで、男女関係なくお米とその脂質とプロテイン、タンパク質の量を計算する必要があるなって思ってます。なるほど、なんかこの話をねうちの人から聞いてて、そのきこちゃんはやっぱ今までの積み重ねがあって、その撮影の前は 40g にするとかいろいろさ 150g 今取っていいとかあると思うんだけど、例えば一つの参考としてね、全員がそうじゃないけど参考としてきこちゃんは例えばどういう体の反応で白米の量とか決めてるのかなとは気になったの。例えば体でね、末端が冷えるなみたいなとかぼーっとするなっていうのがあったりとか、そういう反応を感じて、今日はちょっとご飯を多めにとか、少なめにした方がいいとか、そういうなんかきこちゃんのもその体の反応がどういうのが出るのかなっていうのを知りたいなって。確かに朝炭水化物取らない日もすっごいあったの、もうそれこそ朝フルーツだけの時もあったし、もういろいろ体験して、やっぱりそういう方ってちょっと元気じゃないんだよね。一日ずっとこう、どういうぼーっとしたりするの？ぼーっとしたり疲れやすかったり活力がない自分がいたりとかして、でなんかそれは別に食事って全然私も気づかなかったんだけど、なんかこう朝にお米を食べるっていうのがなんだろう、こう、モデルをしてる中で、なんか自分としては体重が増えちゃうかもって思ってた時もあったの、やっぱりこの10年の中で私もいろんなダイエットをして、なんだろうな、もうすっごい過度な糖質制限をして体重が思いっきり、その当時は減ったんだけど、1ヶ月も過度な糖質制限やると自分の体質が変わっちゃって、その後普通の食事に戻した時にすっごい体重増えたっていう経験があって、なんかもう1年で10キロ落としたりとかそういうこともあったりして、それでいろいろ実験するようになったんだけど、でもやっぱりその朝に炭水化物で、それもちゃんと食物繊維が含まれたものを入れることによって、例えばじゃあ同じもの部類で言うと甘酒でもいいじゃんとかって、甘酒をやってたこともあったんだけど、朝に咀嚼をするっていうことがすごく大事なんだって、だから私の場合はじゃあ撮影の日とかだったらなんで 40g かっていうと、それ以上私の場合上げるとやっぱ血糖値が上がりやすいのね。なんかそれは私はもうすごくついついオタクになっちゃうので、自分で血を測るのね。そういうマシンがあって、ブッて針刺して、チロッと血出てきて、それで自分の血糖値がどうなってるかっていうのを見るんだけど、それでちゃんと感覚じゃなくってちゃんと調べてるんですよ。血とかで測って40g 以上だと血糖値は高いっていうのを導き出したんだね。そうなんです。でそれも面白くて、玄米の時と白米の時もやっぱり違ったりとかして、それで自分に合うのが何かっていうのをいろいろ研究してきたのね。なるほどね、だから決してそれがみんなにとってもいいわけじゃないのよ。みんな上がり方違うから、そうだね。じゃあさ、私はすごい素人質問なのかもしれないんだけど、モデルの日とかはこんなに 40g とかいろいろ考えてると思うんだけど、そうじゃない時とかの朝パカってさお米のさ、炊飯器開けた時にさ、毎回測ったりするの？測ってるんだ。それだってその本番以外の時は維持じゃない？結局そうだね。なんかモデルで私の観点だとね、アスリート以上にアスリートかなと思う時がある。だからそれ本番以外の常の毎日がさ維持のために生きてるじゃない、だからそれもじゃあ毎回測ってると思うんだけど、それは毎回この血出してあれしてるのさすがに毎日感覚でわかるなんか取りすぎてんなとか、これちょっと甘いの多かったなとか、だんだん感覚でわかるようになってくるの。そうなんだ、一番最初にその感覚が分かった瞬間ってどういう体の変化で分かったの？特にお米の場合は、まず一口30回噛んでみてほしいの。
一口目そうすると何が起こるかっていうと、もちろんその消化がお腹にとって消化がしやすい環境にしてくれるから、まずそれでいいのと、でゆっくり噛むことによって血糖値が安定するのね、でたくさん噛むことによってこの脳の満腹中枢が満たされるから、だから例えば私の少量でも満たされるの。なるほどね。でさっき言ってたその現代の人食べ過ぎっていうのも、まず自分がどれぐらいでじゃあ満たされるのかっていうのを感じてみてほしい。なるほど。じゃあ米の向き合い方でうちらがもし実践するとしたら、じゃあ一旦一口食べて30回噛んでみて、それを毎日続けて、そしたらこの量が分かってくるのかな。分かってくると思う。例えばこれでちょっと足りなそうっていうのが30回噛んでるうちに、今日はちょっと足りなそう、今日は意外といける、満たされてるから、この量でいいって、いいやとか、一口食べてから予想っていうのもあるってことだよね。本気でさ向き合いたかった本気で向き合いたかった人、本気で向き合いたかったね。でも毎日実験していくっていうのが実験するの面白いと思うよ。意外とこれで私満足できるんだっていうところに行き着くと思う。なるほどね、確かにこう食べることばっか集中して咀嚼っていうのをさ、やっぱ人それぞれすぎて、なんか飲み込むのめっちゃ早い人とかさ、私は逆にもうずっと噛みしてそうでしょ。喉がさ、細すぎるから、もういつまで噛んでんのって言われるんだけど、素晴らしいよ。そう、私たち夫婦だいたい静かですね。ずっとじゃあもくもくしてるんだね。なるほど、咀嚼だそうです。大事大事。じゃあお米を一口食べて30回噛む、そこから自分のその血糖値が安定、どれぐらいの食べたら安定するのかっていうのを毎日やることで確認していくってことですね。きっとなんかその食後のよく眠くなるっていうのがちょっと感覚変わってくると思う。なるほどね、すごく有意義ね。なんか食事ってさ、なんか食べなさすぎてもダメだし、食べ過ぎてもダメだし、なんかでもそこってやっぱり自分に合うベストっていうのを自分で見つけていくのがすごく大事だなって思う。なるほど、ありがとうございます、最後のお手紙ですね、東京都在住24歳コウヨトリネーム抹茶さんからのお手紙です。ミックさん、新井紀子さん、こんにちは。こんにちは。最近紀子さんが YouTube を始められて拝見してたので、大好きなミックさんの動画に一緒に出られると聞いて飛び上がるほど嬉しかったです。嬉しいね。嬉しい。ありがとうございます。夢に向かうためのマインドセットに関する質問をさせてください。紀子さんはモデルで、ミックさんは YouTube や映像制作、ブランドディレクターとしていわゆる一般とは離れた仕事をされていると思います。私から見るとお二人ともそれぞれの分野で才能や適性を持っていらっしゃると思いますが、今に至るまで例えばキャスティング合格や YouTube 関連の仕事を得たり、仕事で成果を出して先方から仕事のオファーを受けるようになるまで続けてこれた理由は何ですか？私は女優の仕事をしていますが、今はまだオーディションを受ける日々が続いており、少しでもお二人のマインドを取り入れて仕事を増やし、オファーをもらえるくらい仕事が増えるようになりたい、アルバイトを辞められるようになりたいと思っており投稿いたしました。どうぞご回答よろしくお願いします。ということです。ありがとうございます。私もそれみっちゃんの知りたい。あ、私？何？私もでもだから、同じよ。YouTube 始めるって言ったらもうちょっとちゃんとね、もう100万人行くよぞみたいな気持ちと、あとはそれで仕事辞めれるぐらい行くよっていう気持ちでやってきたんだけど、そうね、続けてこれた理由っていうのは、絶対私は、諦めないのよ。そうだよね、だからYouTube 成功しない未来っていうので見えないのよ。やるってなったら、成功させるっしょみたいな。わかる。なんか一回自分でこれやるって決めたことには、ちゃんと責任持ってやるよね。そう、だから普通にそのために寝ないとかもするし、例えば友達と遊ぶ時間なくすし、全部そこにベットして、結果を出し切るまでやめないから、続けてこれない理由っていうのはなんていうか根性論なんだけど、あります。なんかそういう気質なんだと思うんだけど、やったら最後までって言って、自分が満足したらもう次いけるの。逆に言うと、もうずっとここだけでやっていくっていうほど固執してるわけじゃなくって、ここまでやれた自分がいるから次も絶対なんかできると思って、次行っちゃったりする。パーンって。わかる。わかる。だからそこは似てるんだよ。似てるね。唯一紀子ちゃんと喋れるところなんだよな。
でも本当にね、なんか何かを自分が決めた何かを叶えるために、やっぱりあれもしたいこれもしたい、その例えばじゃあ友達と遊ぶ時間も欲しい、全部を賄うって絶対無理じゃん。そうだよ、無理だね。何かをなんだろう犠牲にして、自分でちゃんと自分を高める時間は作らないと、全部欲望を叶えることっていうのは不可能だと思う、私は。そうだよ、不可能だと思う、私も。そのあるとこまでなんかその突き抜けるためには、普通に楽しくやってただけじゃ無理だったね。だって私も YouTube 独立するまで8ヶ月ぐらい全然登録伸びなくて、で仕事もやってたから、で仕事と仕事の合間になんかマカロン作ったりとかして、夜中の朝4時とかにマカロンとか作って、何回も失敗して、もう本当にやだ無理と思いながら、頑張れマカロン頑張って作るんだよと思って、なんであの時そこまでマカロンを作らなきゃいけなかったのかは何の使命だったんだろうね。そうでも今週はそれにするって決めちゃったから、もうやるしみたいな。もう今年もなんかどっかでねベニエを作ったと思うんだけど、今年かな。そうだわ、あれ大変だったよね。そう、あれをさ結構すぐ作れるのかと思ったらめっちゃ失敗してさ、それも朝の4時ぐらいに作り直してなかった、作り直して、朝の4時ぐらいにベニエあげてんの。全然今からあんまり食べる気ないんだけどと思いながらベニエあげて、最後めっちゃ粉砂糖振ってそしたらめっちゃ可愛くできて、美味しい。5時ぐらいに食べて寝たよね。最悪な生活。面白すぎるわ。そう、でももうやるって思ったらそれぐらいまでやるね。いや本当にそれはね、すごく大事。私も今続けてるのは、まあ確かに YouTube も結構 5年ぐらいやってるのかな。最初伸びてる時が一番さ、なんていうか体は辛いけど気持ちは楽っていうか、夢叶えてる途中が一番楽じゃない？辛いけどこういけばいいから、で叶えた後の維持っていうのがすごい大変で、でもまだ続けてるわけじゃん。続けてるのはやっぱりまだみんなには言えないけど、自分のとかさ、私の先生の中でこういう最終目標があるわけね。そこに行くから絶対っていう。そうだよね、やっぱ目標だね。私もそうだな。今だから今はもうパリコレとかってあんまり出なくなってるけど、今もずっとモデルとして続ける。でなおかつよりこう自分の体をアップデートしようっていうその原動力は、やっぱりまだまだ自分として自分の中でモデルとしてこういう風にしたいっていうのが、なんか根底にあるから続けられてる。そうだね、あとこの方は女優でなんかそのオーディションを受けてるっていうことだと思うんだけど、まあ確かにうちらもこういう会社からお仕事いただきたいとかっていうのがあると思うんだよね、業種違えど、その時に私が実践してるのはまず先に作品事例を出す。多分同じだと思うんだけど、例えばじゃあ私ディズニーとお仕事したい、先にもうディズニーのなんかディズニーなんかこれ行ってきたよみたいなやつとか出したりとか、ディズニー Vlog ね。そうじゃなくてもなんか自分のその YouTube の動画の中でディズニー要素をもう入れたりとかして、こういう作品が作れますよっていうのをもう改めて出しとくと、結構すんなりオファー来たりする。そうだよね、だってクライアントさんってこういう人いないかなって探してて、イメージだってなるもんね。なんか例えばサムネイルとかにディズニーって文字が入ったりとか、なんかそういうのがあったりするとやっぱ検索とかで、あっちのおすすめに載ったりとかして、こういう雰囲気の動画を作れるんだこの人はっていうのでオファーをもらえるようなそのレールを作っておくっていうのを毎回やってるね。そしたら結局来るし、やりたかったことが来る。でも本当似てる、一緒、でしょ。だからその女優さんもさ、やっぱりこう表現するっていうところでは私もフィールド一緒だけど、でも表現の仕方が全然また違うし、本当に大変なお仕事だなって私はいつももう尊敬の眼差しで見させてもらってるんだけど、その女優さん、その俳優さんって演じる、何かになりきって演じるっていうことはなんだろう、私もそこまでキャスティングのその深いところまでは分かんないけど、それもきっとこの子こういう顔できるんだとか、こんな声の出し方なんだとか、そういう細部のところっていうのの振り幅、自分のなんか引き出しみたいなのをいっぱい作れば作るほどさ、言ったらいっぱい武器持ってますみたいな感じじゃない？だから私も例えばじゃあモデルだけどこういう顔もできるしこういうポーズもできるしって、その私今体鍛えてるのってやっぱり
すっごい指先の細部まで自分が表現したいから、うん今丁寧な体作りをしてるんだけど、うん結局それやっぱりちゃんと撮影で生きてるし、うんなんかそういう自分のやれることをうん増やして、あとそれを、今だったら例えば SNS があるから、うん自分が興味あることとか、うん自分が、ね、この仕事をしたいと思ってたらそこに通ずる何かをちょっと自分もやってみてうん表現したりとかっていうのを実践してるかも。私会社員の時思ったの。コロナ禍で CA の仕事がなくなったから一般の職に行った時に、なんかいろいろこう自分でさ企画を考えて提出するみたいな時あって、ただ前例がないからって言って断られたことがあったのね。あ、みんな前例がないとその GO 出せないんだって、企画のって、なるほどそうやっぱ会社がね、うんそれがね結構頭の中にあったんだと思う、だから前例をやっぱりこちらが提示することで、あ、こういうのが作れるって分かったら安心してオファーができるの。本当だとさ、マインド的には前例がないことをさしてやりたいってなるじゃん。わかる。だからやっぱ前例作らないと結局仕事が来ないから、うんじゃあ女優のさオーディションを受けに行くだけじゃなくって、今は SNS の発信も、もしかしたら何かプラスになるかもしれないよね、だから自分で前例を作っていくっていうのをいろいろやっぱやる必要があると思ってて、だからきこちゃんと出会ってからきこちゃんよく YouTube 始めたんだけど、やっぱ YouTube もやった方がいいよねって私も思ってたし、そこからやっぱ広がるもの、ここからその YouTube からきこちゃんがやりたかった仕事って来たりするんだよね。そうだからそれがね結構大事なんだよね。いや本当になんかそれみくちゃんにさ、うん私がそもそも YouTube 始めたのはもうみく様のおかげなんですよ。いやいや全然そんなことないんで、全然そんなことなないんんででかっていうとさそういうはいみくちゃんが YouTube を通してああいう表現の仕方をしているのって私にとって YouTube の視点が変わったところだったの。なんかこう今までの自分の中にあった YouTube のイメージって何々やってみましたとか、なんかそういう企画ものが多いイメージだったんだけど、ああいうこう自分の身の回りのことを素敵に表現していて、あとその言葉を重ねてっていうところで、あ YouTube を通してこういう表現ができるんだっていうところにすごく魅力を感じて、でその、自分もいろいろ体のこととか栄養をたくさんインプットしてきたから、何かそのアウトプットできる環境として、YouTube すごくいいんじゃないかなっていうのでたどり着いたんだけど、やっぱりその仕事の観点で見てもこのやる時に思ったのって待ってちゃダメなんだって。本当にそうなのね。待っててもね来ないんだよ。来ないんです。本当に来ない。待ってても来ないよいやね。来ない。本当にこれなんならもう自分でメール出した方がいい。でしょ、ここと仕事したいと思ってそう絶対来ないから、ね絶対だからなんかうちらのその見せびらかしいとかそういうことじゃなくて、自分が本当にリアルにやってることを自分なりの形でああやって見せるっていうところが、結局ね仕事の幅も広げることになるし、なんか自分にとっても新たな学びにもなるし、そうだね、待ってちゃダメ。そう待ってちゃダメで、自分からこう前例を作っていく。その前例を作ってる中で自分の興味とか、その、知識の範囲が広がっていったりとかして新たな夢ができて、夢をかけてる時って意外となんだ飽きちゃったり、その追いかけることに飽きちゃったりとか、そういうのも挫折につながるんだけど、この夢のところに2個他のなんかいろんな要素、例えば私 YouTube やっててこういったお茶を取り入れるっていうこの趣味を見つけたことで動画撮るの楽しいのよ。そしたら結局 YouTube も全体的に楽しくなるみたいな感じで、こういろんなのくっつけて、いって発信とかさ、何かしら発信じゃなくてもいいんだけどね、することで結果的にたどり着くんだよね。それが続けていける理由なのかもしれない。そうだね、それでも保ってるよね。繰り返しというかね。そうでも気づいたらちゃんと登ってたっていう。そうちゃんと見てるからね、やると決めたことはやろうぜっていうマインドで、本当私たちそうだよね。本当にみんなさ夢って人それぞれだけど、やっぱ仕事って限られてるから、モデルさんとか、YouTuber とか、女優さんとかみんなさ目指してる人一人じゃないのよ、私だけじゃないのよ、きこちゃんもそうじゃん。私もそうだし、女優さんもそう、みんなさ同じ方向にこう走ってるわけじゃん、だからさどうしようやったらいいのかな、辛いかもとか言って例えばちょっと休んでたらもううわーって言ってる人がいるのよ。本当に、ね、気づいたら自分だけこの後ろってなっちゃうからずっともう目血走りながらガーって言ってる人がさやっぱいちゃうの。そこにどれだけ食らいついてさいけるかっていうのはもうなんだろう、マインドセットというわけじゃないの。もう自分をそっちにもうクッて向かせるしかなくない？自分の顔をそっちにわってやるしかないよね。
もうだからやっぱり待ってちゃダメで、それは女優さんとかこういう職業だけじゃなくても言えることだと思う、全ての事柄に対して待ってたら来ない、欲しいものは絶対手に入れていくっていう気持ちの人たちだから、そういう人たちがやっぱ一緒に走ってるっていうことを頭に置いといてもらえると、結構やる気でいるんじゃない？そうだね。ちょっとくじけそうになったら、やばい、キコさんみたいにめっちゃ走ってる人いるよみたいなとか、思い出してもらえると、やばい、ミクさんみたいに夜中4時に便利上げてる人がいるって思えば、じゃあ私も YouTube 頑張ろうとかさ。そうだよ、そうだよ、本当に頑張れる。私もね、ミクちゃんの存在でね、すっごい頑張れるもん。こうなんかめげそうになるのやっぱり編集大変じゃん。大変だよ。もうなんか1日目遅れてもいいのかなと思うけど。ダメだよって。いや、キコちゃん木曜日9時って決めたよねっていう言葉をもうずっとこう頭の中にファンファンファンってなってるから、だからきっとなんかこうね、ちょっと諦めちゃいそうっていう時は、私たちを思い出していただいて、そうですね。すごい全力応援してるので、ぜひやっぱ待ってちゃダメだねっていうことだけ、やっぱ共通認識だね。いやすごいいい回でした。ありがとうございます。私も砂糖を取りないようにしながらも、クリスマスだからね。でもね、やっぱ動画でね、こうお菓子作りって見て楽しいし、私もこういう時ばっかりは可愛くて美味しいもの食べたいわけ。だからそれ以外の時でバランスを考えていけて、ちゃんと足湯の指を考えながら歩いて、ご飯も30回噛んでっていうのをやって、少しずつ健康の方に向かっていって、ちょっとでいい。で、キコちゃんの YouTube で勉強させてもらってみたいな感じでしていきたいと思います。ぜひ私もちゃんとこう分かりやすく発信できるように頑張ります。ということで本日のゲストは新井貴子さんでした。ありがとうございました。ありがとう。おめでとう。いや、すごく有意義で楽しいお話をたくさん学ばせていただき、メモを取るところがたくさんでした。またいつかどこかの何十回のところで、ぜひさらなるアップデートして、アップデートした貴子さんのお話聞ければなと思います。ぜひお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来週は最近土曜ラジオ今年最後ということで、次の週は私とカレードでラジオしていきたいと思うんですけど、今年最後ということで、皆さんの今年1年頑張ったエピソードとか、なんか思い出深いエピソードとかありましたら、ぜひこうよとりネーム書いて教えていただけると嬉しいです。あとベストバイ、今年のベストバイとかありましたら、いいね、ぜひ教えてください。それではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。